ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。我々が今いるのは中国の重慶だ。今回は中国初の高直流電車に乗車してみるぜ。高直流電車ってどんな車両なんだろう。普通の電車とは違うのかな？まずは高直流電車について簡単に解説するぜ。鉄道の電化方式には直流と交流がある。設備のコストが高いが車両は安価な直流は列車本数が多い地下鉄向きで、設備コストが低い代わりに車両が高価な交流は郊外の長距離列車に向いている。また、高速鉄道は高出力のモーターを動かすために高電圧を必要とするため交流電化だ。日本の例を見ると、本州の大部分と四国の JR 在来線、私鉄、地下鉄は 1500V の直流電化、九州、北陸、東北、北海道の JR 在来線は 20000V の交流電化、新幹線は 25000V の交流電化となっている。直流用電車と交流用電車は設計が異なるため、直流、交流をまたぐ区間で列車を運行させたい場合は両方に対応した高直流電車を製造する必要がある。日本の場合は直流電化の地域と交流電化の地域が隣接しており、また特殊な事情で路線の一部を交流電化にしなければならない例もあるため、数多くの高直流電車が活躍している。代表例を挙げるとサンダーバードや常磐線など、高直流電車は特殊な設計の車両ではあるが、日本では割と身近な存在で、全く乗ったことがないという人は少ないんじゃないかと思うぜ。日本以外ではどうなのかな？海外の事例を見てみよう。欧州では国境を越える列車が多く、国によって電化方式が異なる場合も多いため高直流電車は一般的なようだ。インドでは国鉄線も地下鉄線もほとんど交流電化で、高直流電車は存在しない。マレーシア、台湾、韓国などでは定石通り国鉄線は交流、地下鉄は直流を採用しているが、ソウルの1号線は国鉄線と地下鉄線を直通運転する路線なので高直流電車で運行されている。1号線はソウルを代表する都市鉄道なので、韓国はひときわ高直流電車の存在感が大きい国と言えるだろう。最後に中国の場合を見ていこう。中国も国鉄線は交流、地下鉄は直流を採用している。そして、中国では中国鉄路が管理する国鉄線と自治体が管理する地下鉄は完全に分離されていて、国鉄線と地下鉄の直通運転は行われないため、高直流電車はこれまで必要とされてこなかった。しかし、2023年、満を持して中国初の高直流電車が登場した。記念すべき高直流電車第1号は重慶で運行されている。早速乗りに行こう。行ってみよう。まずは重慶西駅から5号線に乗車する。重慶西駅の時点で都心から15キロぐらい離れているが、ここからさらに郊外に向かう。路線図を見ると5号線には2種類の種別があることがわかる。5号線では普通列車の他に停車駅が少ない直回列車が運行されているんだぜ。中国の地下鉄では珍しいね。直回は30分に1本程度しかないが、普通列車の追い抜きも行う本格的な速達運用だぜ。他にも、弱冷房車だけでなく強冷房車もあるというのは日本人からすると目を引く特徴だが、こちらは中国の地下鉄ではそんなに珍しいものではないぜ。5号線の車両は高直流電車ではないのかな？この車両は普通の直流電車だ。5号線は標準機で直流 1500V の架線電化方式。これは中国の地下鉄ではよくある規格だぜ。車両も中国の地下鉄の標準的なデザインだね。そうだな。5号線は2017年から2023年にかけて改良した路線なので車両は新しいぜ。5号線の終点、長東駅に到着した。この駅は2面4線の地上駅で、真ん中の2線に5号線の列車が入線する。そして、外側は今回のお目当ての路線、四港鉄路高長線のホームだ。同じホームで乗り換えられるようになっているんだね。5号線は約5分おきと本数が多いのに対して、高長線は日中は15分間隔での運行だぜ。しばらく待っていると高長線の列車が入線してきた。こちらが九段の中国初の高直流電車だ。近未来的なデザインのかっこいい車両だね。そうだな。車両の各部分を見ていこう。前面はライトから連続するシルバーの塗装が運転台を一周するスタイリッシュなデザインだ。左右のライトの間も発光し、最後尾の場合はテールランプになるぜ。この部分が光るのは最近の電車で流行りのデザインだね。車体下部のスカートは目立たない代わりに左右に大きなバンパーがついているのでどことなく欧州の車両っぽい雰囲気も醸し出している。最近の中国の地下鉄車両の中でも傑作の両デザインだと言えるぜ。側面を見ると運転席横に中国国旗が貼ってある。意外に思われるかもしれないが中国でも国旗がデザインされた鉄道車両は珍しいぜ。中国製高直流電車第1号ならではだね。車両デザインの一部として重慶と書かれているのも面白い。車体側面は青と水色の帯が交差したデザインだ。後で詳しく解説するのだが、この列車は高長線と5号線を直通運転するため、それぞれの路線カラーの青と水色が使われているんだぜ。パンタグラフ周辺を見てみよう。パンタグラフが赤色なのが新鮮だよね。そうだな。パンタグラフが赤で塗られていること自体は中国の鉄道ではそんなに珍しくないのだが、
注目してほしいのが普通の直流電車との違い。一般的な直流電車、上海地鉄1号線車両のパンタグラフと比べて構造が複雑だ。交流は電圧が高いため、絶縁のためパンタグラフは台枠ごと車体から少し離して設置されている。そして、パンタグラフの隣には外紙がついたゴテゴテした機器がある。真空遮断機や硬直切り替え機らしきものが見えるぜ。普通の地下鉄車両より屋根上の機器が多いね。次に車内の様子を見てみよう。普通のロングシート車両で、座席は金属製だ。座席の端は立ち客が持たれやすい形状で、重慶のロゴが入っているぜ。普通の中国の地下鉄車両よりちょっと凝ったデザインだね。天井を見ると四角いライトと間接照明が車内を照らしている。この雰囲気の内装は最近の中国製車両のトレンドらしく、北京の大京機乗船車両にちょっと似てるぜ。ドア上には液晶パネルがあり、停車駅がわかりやすく案内されている。また、車両の端の大きな液晶パネルでは、次の停車駅に加えて列車速度も表示されるぜ。ディスプレイが多くて先進的な内装だね。この車両は運転席後ろの小さな窓から全面展望を楽しむこともできる。これは中国の車両としてはかなり珍しい特徴だぜ。鉄道ファンには嬉しい設計だね。車両は長春機動客車製で、2022年の校長線開業に合わせて15編成が製造された。校長線を走行する列車はこの AS 型総流製列車1種類だが、1編成だけ側面の大部分が青色の特別塗装編成がある。おそらく沿線の文化をテーマとした特別塗装で、車内もちょっとデザインが違うぜ。ドアがハイテクっぽい模様になっているね。せっかくなので校長線を全線乗車してみよう。長東駅を出発後しばらくは線路にカバーがついている。騒音対策なのかな？次の駅、石林寺は1キロ弱しか離れていない。校長線は7駅すべてにホームドアがついているぜ。石林寺を出てすぐ、この路線最大の見どころを通過する。直流から交流に切り替わるデッドセクションだ。切り替えの標識に続いて、高直流切り替え区間に特有の標識が現れる。驚くべきことに、標識は JR のデッドセクションのものとほぼ同じだぜ。中国には前例のないデッドセクションだから、JR の標識を参考にしたのかな？今通っている場所が、架線に電気が通っていないデッドセクションだ。列車はデッドセクションも速度を落とさずに通過していく。直流区間と交流区間を分離する目的で設置されているデッドセクションでは一時的に列車に電力が供給されないのだが、この列車は蓄電池を搭載しているためか車内の照明や空調が一旦切れるということもないので、外をよく見ていないと直流から交流に切り替わったことには気づけないぜ。スムーズに交流モードに移行したね。それにしても、始発駅を出発後たった一駅で直流から交流に切り替わっちゃうんだね。中国初の高直流電車を導入し2022年に開業した校長線だが、実は直流区間は長東側の2キロ程度しかなく、大部分は交流だぜ。直流区間がたった2キロなら全部交流で建設すればよかったんじゃないかな？そもそも、わざわざ中国初の高直流電車を開発してまで校長線を直流、交流が混ざった路線として建設した理由は何なのかな？結論から言ってしまうと、校長線は実験的な性格が強い路線で、必ず高直流路線でなければならない事情というのはない。高直流電車というのは、通常、既存の直流区間と交流区間を直通運転するために導入されるが、校長線は完全に新規で建設された路線だ。中国では校長線のような郊外の通勤路線は交流電化で建設されるのが一般的。駅間が長く高速運転を行う路線には交流電化の方が向いているためだ。ただ、校長線は直流電化の普通の地下鉄である5号線との直通も計画されていたため、5号線乗り入れ直前に直流に切り替わる路線になったんだぜ。でも、さっき市内から来る時には直通運転はしていなくて長東で5号線から校長線への乗り換えが必要だったよね。そうだな。現在のところ校長線の列車は基本的に長東止まりだ。一応、1日に2往復だけ校長線から5号線に入り関京補まで直通する列車があるぜ。直通列車が1日2本だけなら高直流列車のメリットを十分に活かせているとは言い難いね。校長線の大部分を低コストで高速運転を行いやすい交流電化としたことには意味があるが、直通列車がたった2本の現状なら校長線全体が交流でも問題なかったように思われる。ただ、将来を考えれば、既存の地下鉄と国鉄を含めた郊外鉄道を直通運転できる高直流列車は、中国の都市鉄道網を飛躍的に拡大する可能性を秘めた新技術なので、新たに開発した高直流電車を走らせる路線として重慶の新しい郊外路線である校長線をわざわざ高直流路線にしたという背景もあるように思うぜ。試験路線という意味合いもありそうだね。校長線は全長28キロで7駅がある。そのうち2キロが直流区間、26キロが交流区間だ。石林寺を出てからは一気に駅間が長くなる。校長線の最高時速は120キロ。
地下鉄路線としては速いが、最近改良した郊外路線である上海の市域騎乗線などは、最高時速160キロに達するので、それに比べると少し見劣りする。市域騎乗線は高速運行に向く交流電化だ。公共線もせっかく高直流を採用したのだから、交流区間の郊外では時速150キロを超える準高速運行をできれば良いのだが、全面展望を見てわかるように公共線は結構カーブが多く、駅間も5キロ程度しかないのでこれ以上の高速運転は厳しそうだ。石林寺の次は旧遊園駅。この駅は2面4線で対比線がある。緩急接続や追い抜きを行える構造になっているぜ。現時点では公共線は各駅停車のみだけど、将来的には快速の運行も想定しているのかな？重慶は山上の異名があるほど起伏が激しい都市で、公共線が走る郊外もシワのように山脈が重なった地形なのでトンネルが多い。乗車時は菜の花が咲いていて綺麗だったぜ。車窓から見える風景は農村地帯だね。時折市街地もあり、工場や高層マンションが立ち並んでいるが、建物の量の割には路上に人や車が少ない印象だぜ。まだ開発途中の街なんだね。公共線の乗客自体は結構多く、通勤時間ではない日中でも立ち客が出る程度には乗っていたぜ。京都駅を出発してから約15分、列車は甲信鋼鉄駅に到着した。甲信鋼鉄駅はその名の通り鋼鉄との乗り換え駅だ。隣接する甲信北駅は重慶、昆明間高速線の駅だぜ。国鉄線との乗り換えも便利なんだね。乗車後約26分で列車は終点の清泉寺に到着した。現在清泉寺から定山までの 4.7 キロ、2駅の延伸工事が進められており、2027年に開業予定だ。延伸区間は吊り橋で長江を渡るぜ。中国の地下鉄網はまだまだ拡大を続けているんだね。今回の動画はここまで。このチャンネルでは他にも中国の鉄道についての動画をたくさん上げているから、興味が湧いた人はぜひ見てみてほしいぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。